さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY はヘリンボン壁。今回はこちらの壁になります。木をですねこうペタ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 貼っていってヘリンボン柄のねアクセント壁にしていきたいと思います。現在はこのベニヤ板壁ですね。なので木工用ボンドで貼っていきたいと思います。今回使う材料はこちら、端材マーケットで仕入れた杉材ですね。幅が70、長さが 900mm です。これ20本入ってなんと500円。最高ですね。でこれを105本かなぐらい使うと思います。ではまずはですねこれをカットしていきます。この長さが900なので、真っ二つにして450で2枚を作っていくんですけど、厳密に言うとやっぱ900じゃないですね。1ミリ2ミリ短いものもあるので440で200枚以上のね木を今から作っていきます。で、できるだけね正確に切っていきたいんで簡単なジグを作っていきます。まずこういう普通の合板ですねの上にこの3枚並べて、でこれがエンドキャップっていうかでこう隙間がないように置いてこれで留めます。留めるのはこのエンドと真ん中だけ留めずに長さ測って440で切っていくので440で毛描いて、丸底のこの端の面から刃のところまでが90なので90のところに置きます。でこういうベニヤ板ですね 2.4mm のベニヤ板をこれで留めていきます。でこの上下に合わせてこれが今から切りたい440の長さのパーツになります。で切りたい木をここに入れてこのはみ出た部分をカットする。ここに 2.4mm のベニヤを入れたのはここに隙間が空くので少し入れやすくなります。終わったー。カットができましたので今からヤスリがけしていきます。ヤスリがけする前に小ネタです。この前建具屋の義理の兄から聞いたんですけども、こちら杉材なんですけどこれがね白身、これが赤身で、白身の方が赤身よりねこう柔らかいで赤身の方が硬くて強いんですよね。でカビとかにも強いみたいで価値としてはこの赤身の方がね高いそうです。でちなみにこの白とね赤が混ざった木なんかもいっぱいあるんですよ杉材って。これは源平っていうらしいですね。源平っていうのは源氏と平家から来てるそうです。赤組白組みたいな。以上小ネタでした。それではこのね4辺軽く角を落としていきます。こんな感じでね、ここはまだねやってないところなんですけど結構角がピンピンに立ってますけど、これはね結構ちょっと柔らかくなってます。全ての材をこういうふうにちょっとね角を取っていきます。
ヤスリがけ終了です。それでは今から塗装していくんですけども、今回使う塗装はこちら、ワシンペイント株式会社さんのソリッドカラーホワイト、このスポンジで塗っていきます。こんな感じですね。ちょっとつけて塗り伸ばしていきます。乾燥時間はこちら30分です。それでは今から壁にペタペタと貼っていくんですけど、まず一番下のラインですねを決めていきたいと思います。実際ねこれでも並べてみないと僕わからないので、こういう場合はもう並べてみて、で、ここの下面でねこの部分を切り落とす必要があるので、これが45度なんですよね。45度で切ります。それでは簡単なジグを作っていきます。合板にそれではいよいよこちらの壁に貼り進めていきたいと思います。貼る手順としましては、もうこういう風に下からこうずん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 積み上げていく方が簡単そうなので、下からこう作っていきたいと思います。最初の1本目のね位置決めっていうのがどこに置いたらいいんだろうみたいなところあるかと思うんですけども、僕も正しい貼り方知らないんですが、ここがねあんまり中途半端になるとややこしいので、半分で切れるようにして、ここはね壁のところでカットしますので、これでいこうかな。ここからもうひたすら波打たせていく感じですね。では木工用ボンドで留めていきます。あとはもうひたすら同じパターンで貼り合わせていくだけです。こんな感じですね。で次もこうか、こうでこうでこんな感じで貼り進めていくんで、もうボンドを入れて固定していきます。
それでは8割方貼り終えましたので、端っこの部分ですね、この部分をカットしてパーツを作って貼り付けていきます。ラスト4ピースです。ラスト1ピース。よっしゃー、できたお疲れ。いやー、でも落ちちゃった超大作。ヘリンボーンのアクセント壁が完成しました。いや、かなりのね対策でした。ポイントとしましては、やっぱりこう同じ調子が続くので、いかに正確にこう同じ長さにカットできているかっていうのがめちゃくちゃ大事で、やってみて思ったのがこういうやっぱジグですね。ジグがあった方がいいなと思いましたので、ご参考までにしてみてください。で、あとね、こういう赤みをところどころ入れるっていうのがね、いいなと。なんか白身ばっかりでいくんじゃなくて、赤身をちょっとずつ混ぜていくと、ほとんど白身なので赤身をどこにプラスするのかみたいな感じがこう入り混じってていいんじゃないでしょうか。あとは端材マーケットでね、端材を使ったのでかなりコストも安く仕上げることができました。こんな大きな変更も初めてやったんですけど、非常にこう満足感ありということで、今完成してちょっとねホッとしてるのと高揚してますねということでね、次はねちょっとまだ何やるか決めてないんですけども、何かしらのね DIY をやってきますので、次回もぜひぜひご視聴してみてください。それでは